今日は梅醤油紹介していきます。梅のお醤油、梅がメインではなく醤油の方がメインです。イメージとしてはポン酢、柑橘をね、使ったポン酢のイメージ、柑橘が梅に変わったもの。これから暑い夏、爽やかね、梅の風味のポン酢もどき、梅醤油、めちゃめちゃいろんな料理に大活躍します。焼き魚、焼肉、サラダ、豆腐、納豆なんかもね、合いますよ。いろいろね、使えますんで、ぜひともね、つけて作ってみてはと思います。今日は 500g 青梅、用意しました。梅ジュースのシロップ作るときにね、それぞれ合う調理方法っていうのを説明させてもらいました。青梅は梅シロップ、梅酒、この辺にね、合います。で、完熟した南高梅、これはね、梅干しに、合います。で、今回の梅醤油にはどんな梅が合うのか。結論から言うと、梅醤油にはどんな梅でも合います。それぞれ仕上がりが変わってきます。今回は青梅使いますが、南高梅でも大丈夫です。そして、梅の状態。緑色が濃いものと黄色く熟したもの。このね、2種類。これでね、仕上がり変わってきます。緑色の濃いものは酸味が強く出ます。味がね、濃く出ます。で、黄色く熟した方は酸味がマイルドになるんですが、香りが今度はね、乗ってきます。なので、お好みのね、ものを選んでもらって、作ってもらうのがいいかなと思います。で、青梅でも南高梅でもね、どちらでも OK です。で、南高梅の場合は、漬け上がり。2ヶ月ぐらい漬け込んでおいてもらえれば、梅の方もね、最後食べれます。なのでね、その辺もお好みでやってもらえればいいかなと思います。梅を食べないって場合は、小粒の梅で大丈夫です。ちっちゃい方がね、安く売ってますんで、大粒のものをわざわざ買うよりは、一番ちっちゃい安いやつでね、OK なので、その辺もお好みに合わせて選んでみてください。そして、梅のほか、メインはね、醤油なので、醤油使っていきます。生タイプのものと、ペットボトルのね、加熱処理されたもの、2種類。これも、どちらでも大丈夫です。これもね、お好みで、使い分けてください。保存させる期間によって、若干ね、醤油の下ごしらえ変わってきます。夏場でも使い切っちゃう、早く使い切っちゃうって方は、このね、生の方使ってもらえたらいいかなと思いますが、ちょっと保存させたいなとか、カビが心配だなって方は、このペットボトルの醤油使ってもらって、さらに、一回これ、沸騰させてください。沸騰させて、冷ましたもの。それをね、漬け込みに使っていただければと思います。今回は沸騰させること飛ばして、このね、生の方で、僕ね、作らさせていただきます。青梅のこの酸味の強いやつに、この生のね、フレッシュなやつ、これをね、乗っけた、梅醤油ね、作っていこうかなと思います。旨味で、昆布、使っていきます。入れても入れなくてもいいです。この辺はね、結構お好みで、やってください。そして、隠し味は、ザラメです。ザラメ大さじ1杯入れていきます。甘み。梅がね、ちょっと酸っぱいんで甘みが欲しいっていう理由と、コクが出るんで、これね、ザラメすごく隠し味にぴったりです。梅からエキスを抽出するのに、ザラメがね、じわじわと溶けてくれるんで、その辺もね、いい効果になるかなと思いますんで、ちょろっとだけ入れてあげてください。漬け込みは瓶でやっていきます。ジップロックとかではなく瓶です。これね、密閉できるやつ、ゴムパッキンのついたやつです。ダイソーで200円でね、買ってきたものになります。煮沸消毒、その後乾燥させて、さらにね、アルコール殺菌。キッチンペーパーと、この焼酎で湿らせて、瓶のね、内側拭いて殺菌してやってください。アルコール殺菌にはこのね、宝25度の赤キャップのこのちっちゃいやつ。これがね、すごく便利です。らっきょうつけたりとかね、その他梅醤油以外にもなんか作る方ね、これすごく便利なんで、これね、買っとくといいかなと思います。赤いキャップと青いキャップ、並んで売ってます。青いキャップの方は、アルコール度数が20度。で、こっちの赤キャップは25度。
アルコール度数がね、こっちの方が高いです。アルコール殺菌するので、度数の高いこのね、赤いキャップの方、1本ね、買っといてもらえれば、すごく使えるかなと思いますので、ご参考にしてください。はい、それでは、青梅ですね。もうね、アク抜き、水につけてます。ここだけね、最初説明させてもらいます。今日はね、醤油漬けなんで、醤油の方に苦味とかえぐみがね、出ないように、アク抜きをしっかりやっておきます。これはね、一晩12時間ぐらいつけておけば OK です。水にただね、つけておくだけなんで、寝る前とかにね、仕込んどいてもらえればいいかなと思います。アク抜きした状態から、スタートとなります。はい、アク抜きで水につけていた梅。表面がね、水で濡れてますんで、この水分をキッチンペーパーとでね、こう、拭き取っていきます。拭き取りながら、竹串。これでね、このヘタのところ、ピッて取れます。もう超簡単に取れます。ヘタをね、取っていってください。キッチンペーパー、すぐにね、もう水分でべちゃべちゃになっちゃうかなと思います。変えてください。どんどんね、新しく使ってやってください。余分な水分持ってると、劣化の原因になります。カビとかのね、原因になるんで、ここでね、しっかり水分取ってやるっていうのがね、カビない、失敗しないポイントになるかなと思います。これをね、一個一個やるのが、これがすごい時間かかる。この間ね、小梅つけたんで、なんかね、すごく大きく感じる、この青梅が。はい、ということでね、一個一個しっかりとね、丁寧に頑張って、作業していってください。はい、梅ね、もう詰め終わりました。はい、瓶の方にパンパンです。同じものを使う方気をつけてください。順番に入れないとね、なかなか入りません。隙間に昆布を入れます。これね、まだ硬いから梅が傷つかないようにね、やってください。そして隠し味のザラメざっとね入れておきましょう。はい、ここにお醤油を注いでいきます。 500g ってこれ 620ml だからもう半分以上使っちゃうんだこれ。うわーっとね入れていきましょう。はい、 OK。 梅が浮きます。これ水に浮くんじゃないな、醤油の塩分によって、浮きます。なんか塩水のスープでね、塩水のプールでね、体浮きやすいみたいなね、そんな原理です。この浮いたところはカビやすいです。なのでね、こいつを使います。僕はこれお茶のパック、お茶っ葉をね入れて、こうお茶入れる時のね、なんかガーゼみたいなやつですね。これをここに上にねこうやって湿らせる。ラップとかでもね大丈夫です。キッチンペーパーとか紙だとちょっと破けた時に中入っちゃうから破けないようなやつがいいかなと思います。ガーゼとかもね、100均で売ってるかなと思いますんで、そういったものでもいいかなと思います。普段からこうお茶飲む方とかはね、こういうのが日常にあるやつ活用してもらえるのがいいかなと思います。はい、蓋をしていい感じ、全然見えない抹茶色だな。はい、蓋をして漬け込みは10日から、2週間ぐらいかな。置く場所によります。こいつ冷暗所、常温のね涼しい場所に置いておいて大丈夫です。その場合は10日ぐらいでねもう漬け上がるかなと思います。で、冷蔵庫に入れたいよ、ちょっと不安だよって方は2週間漬け込んでもらえればね、OK かなと思います。目安的には梅がねちょっとね縮んで、しばっとなってね黒くなります。色づき、このね緑色のところ全然なくなります。抹茶ちゃんになりますんで、そしたらね、使い出せるかなと思います。梅を取り出さずにずっとつけといてもね、全然大丈夫ですが、つけ上がりに1個だけ昆布だけは取り出してください。昆布はね劣化の原因になっちゃいますんで、うまみのできった昆布つけ上がりは、取り出すということを覚えておいてください。はい、それではねつけ上がりに飛びます。はい、10日後の状態になります。梅にねシワが入って
醤油の色が移ってもう真緑の状態からねちょっと色づき始めた感じかなと思います。つけ上がりにまずやること、どこ行った、これはガーゼか、上に置いてたガーゼですね。やることは、昆布を取り出すことです。このまま入れっぱなしにしておくと劣化の原因になるんで、昆布は取り出してください。全然見つからないぞ、どこ行ったんだ。はい、1枚2枚、はい、2枚入れたやつね発見しました。出しときます。醤油じゃない、梅はね入れっぱなしで、大丈夫です。使い勝手のいいように何かね醤油差し醤油口みたいなやつね、容器ちょっと100均かなんかで、見てきてもらって、それにね入れ替えてもらうといいかなと思います。つけ上がりは冷蔵庫入れてください。最初のね醤油沸騰させるかしないかでね日持ち変わりますよというお話しましたが、日持ちさせるためにはね、冷蔵庫に保存した方がいいので、冷蔵庫保存ここからはしてください。はい、ではつけ上がりの梅醤油を使った梅醤油御膳、まずね鯛の刺身です。それから豆腐冷ややっこ、カニカマ、冷蔵庫にあったので、それからね冷しゃぶです。ご飯、これは卵かけご飯、そしてそうめんですね。この辺でちょっとやりたいなと思います。アイデア的にはね、ポン酢の代わりになのでいろいろね使えるかなと思います。なんかやっぱ醤油差しを買ってこないとこれは不便だな。買ってこよう。はい、ということで、おかずっぽいやつからねいただいていきましょうか。もうタイからいきましょうね。よし、梅の風味が立つように淡白なね、魚の方がいいかなと思います。わさびとかねつけずにちょっといただいていきましょう。いただきます。うまい。うまいよこれ。わあ嬉しいな。夏の間これが楽しめるっていうのは嬉しいな。もう冷ややっこは刺身食べたらもう味がわかるぞ。よし、合うね。そして冷しゃぶ、間違いない。なぜか冷蔵庫にあったカニカマ。カニカマは別に真似しなくても大丈夫です。いいね、うまい。よし、ということでどっちからいきますか。そうめんからいきますかね。そうめんにかけて、刻み海苔だけですね、薬味は。よいしょ。もう出汁も入ってませんよこれ。もう醤油です。梅の醤油だけの、そうめんですね。いただきます。あ、これ一番梅がガツンとくる。うまい。これね合うよ。めっちゃ合う。そして卵かけご飯。卵かけご飯作るときは、卵割り入れる前にご飯に味入れてください。これねめっちゃポイント。卵かけご飯、卵割って混ぜてから味入れると味入りません。うまく味のついたご飯の外側をね、卵がコーティングするっていうこの、工程の順番、これがね、一番美味しいかなと思いますんで、ぜひ順番変えるだけでね味変わりますから。鰹節です。よいしょ。よし、卵を溶いたやつ入れる派、いろいろあるかなと思います。はい、僕はこの中でかき混ぜるタイプです。よし、もう絶対うまいよこれ。はい、いただきます。うわ、うまっ。うまい。
これ卵焼きとか目玉焼きにも合うな、絶対。めっちゃうまいこれ。はい、ということでアイデアいろいろね、使い勝手めちゃめちゃあるかと思いますんで、このね漬け上がった梅醤油の楽しみ方もね、いろいろコメント欄の方で、私こう使ったとかね、いただければ嬉しいかなと思います。はい、ということで、今日は梅醤油紹介させていただきました。まだね梅出始まったばかりなんでね、間に合うかなと思います。夏の暑い時期に作っておけば大活躍の梅醤油、ぜひともね梅干し、梅シロップ、梅酒以外にもね、いろいろ使えますんで、作ってみてはいかがでしょうかという紹介させていただきました。今日もね動画最後まで見ていただいてありがとうございます。ここが気になる、拭いとこう。はい、いいね、グッドボタンとチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。